大場さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は何を教えてくれますか？はい、今日はですね、今世界中で人気の木ですね、心拍というものをちょっと今日は、やろうと思うんですが、心拍を好まれる方って非常に多いんですよ。で、宮崎でも自分で挿し木をしたり、いろいろこう作る方もたくさんいらっしゃるんですけど、心拍で一番皆さん失敗と言いますか、で一番こう管理するのに作っていくのに困ってらっしゃることっていうのが、杉葉になってしまうっていう葉っぱがですね、こういう心拍のこういう丸っこい葉っぱじゃなくて、これもちょっとあるんですけどね、この辺にこう寄れますかね、この辺にこう。杉の葉みたいにですね、ちょっとこう尖った葉っぱですね、こういうなのが出てくるんですね。わかりましたですかね、はい、この辺も全部そうなんですけどね、杉葉って言って、この葉っぱが杉の葉っぱみたいなちょっとこう細く尖った葉っぱですねに変わってしまう。で、これなんでこの杉葉になるかっていう、一番大きな原因っていうのが、強い剪定をしたりとか植え替えなんかで根を切ったとかいうのを昔からよく言われるんですけど、それよりも、結構時期も大きな関係をしてまして、その剪定をする時期ですね、あと植え替えをする時期、この辺も結構こう大きな原因の一つとなるんですけれども、でまずその剪定をする時期ですね、宮崎は暖かいからっていうのもあるのかもしれないですけど、結構もう3月4月ぐらいには暖かくなってきたら、心拍はもう剪定して植え替えをしていいというような、風潮じゃないですけど、結構そういうことを言われる方は非常に多いんですけど、で結果杉葉になる方が多いと、全部とは言わないですけどね。でその杉葉になってどんなにこう手入れしてきれいにとっても杉葉がなくなるどころかどんどん増えていくというような、状態になっていくんですね。でまずなんで杉葉ができるかっていうのがいろいろ考え方あるんでしょうけど、春ってちょうど芽がこうやって伸びる時期で、根がこう動く時期、その時期にこうバツンと切ったり植え替えして根を切ったりすると、必要以上にやっぱ根も動きますから、とその動きに上の方もちょっと耐えられずに、ああいう杉の葉みたいな木が弱るというわけではないんですけど、ちょっとやっぱ木の樹勢が変わってしまうんでしょうね。でああいう杉の葉にみたいなのが出てきてしまうと、だからじゃあいつ剪定植え替えをすりゃいいのかと、私なんかが最初の頃こう教わった心拍のお手入れに関してはですね、梅雨が終わってから大体この辺だと7月の中旬ぐらいから、8月いっぱい、この一番暑い時期、この時期に植え替えも剪定もしてしまえと、そうすれば杉葉は出ないというふうなことを教わりまして、で教えてくださった先生のところは、本当に一本も杉葉がないと。で実際に8月の一番暑い時にそこ行っていろいろ教えていただいたんですけど、で実際に植え替えなんかもそこでやらせてもらって、でとにかく真夏の一番暑い時期にわっつり根を切って枝も切って、で植え替えをするんですね。で心拍なんかの特徴で腎舎利ってこう皮をこれもそうなんですけど、皮を剥いであるんですね。で皮剥いで、これは針金を巻いてちょっと癖付けをしてあるところなんですけど、こういう腎とかですね、皮を剥いでシャリを入れたりする、こういう作業もその時一緒にしてしまうんです。で皮を剥いですぐはまだ生ですから、こういった針金を巻いて形付けができるんですけど、で
実際じゃあこの上の方もまあ今からちょっと後で剪定しますけど、それの針金掛けは今度はこの銀シャリが完全に乾いてから、だからまあ、10月11月、まあ、23ヶ月後ですねに、やってあげると、まあ綺麗な銀シャリができると。で、針金掛けも、その時期にちょっとこう枝をきれいに作ってあげるというような流れでやっていくのが一番、まあ心拍なんかは無理のない作り方なのかなと思いますけどね。でじゃあ実際にこういう杉っ葉になったらどうしたらいいのかなと。もうこれは触らないことですね。あ、そうなんですか。はい。杉葉はですね、鳥はまた杉葉が出ます。もうここなんかはですね、この枝なんかは見えますかね、全部杉葉なんですね。でここにちょっと成長点っていうか、新芽がこう伸びるところが若干違うような形もする。まあでもやっぱ杉葉でしょうね。でここなんかはちょっと下の杉葉なんですよ。でこの辺は心拍の葉が少し出てきてるんですよ。これをですね、切らずに取らずに、だからこの辺はまあ下の方もずっと心拍の葉なんですけど、とにかく杉葉が出てるところはこういう心拍の芽が出てきた時に、木にちゃんと勢いがあればこういうの出てきますので、こういうのをまあこの先っちょだけは取ってもらってもいいんですよ。この先っちょだけはですね取ってもらっていいんですけど、こういうところでも下の方は杉葉になってますから、これをあまり下の方までこう取ってしまうとですね、また全部杉葉はそのままになってしまいますので、これをほったらかしてどんどん伸ばしてしまうんですよ。とまあ年数時間がかかるんですけどね、だんだんこの杉葉も心拍の葉っぱに戻っていきますので、大体一般的には2年から3年かかるんですよ。で長くてもまあ5年ぐらいとかですね。一回杉葉になってしまうと元に戻すのにやっぱそれだけ時間を必要とします。だからまずこういう杉葉にならないように、だからこんなやって杉葉が出てるとみっともないって取っちゃう人いるんですけど、取ってもまた出てくるような杉葉なので、こういうふうにちゃんとしたやつが上に出てきてますからね、これをそのままずっともうほったらかして伸ばしっぱなしにしてあげる。でそうしたらちょっと間延びして形が壊れるじゃないかと。まあこれはですねある程度は仕方ないんですね。でただまあ松なんかと違ってこの心拍っていうのはしっかり木に力をつけてあげれば胴吹きいうてですね本体の方からも芽吹いたりしますので、またその辺でちょっと今度はまあ2年後3年後その時の状態でまた考えて作るしかないんですよね。だからまあ本来はだからこういう杉葉にならないようにしてあげるのが一番いいんですけどね。これは心拍のポット苗ですけど、まあ見事に杉葉なんですよ。まあ見事に杉葉がいっぱいまあここまでよう杉葉になったなというようなやつですね。で、これはですねそれをちょっと本来は先ほど今言ってることと違いないかっておっしゃるかもしれないですけど今剪定とかしない方がいいって言いながらもう思いっきり剪定しちゃってるんですよ。でこれなんでか言うたらですね、先ほどの言われてた形が崩れるっていうのがありましたけど、まあもうこれはある程度しょうがないんですけど、で今度はまた伸びてちょっと葉っぱがきれいになってからですね、またその時の状態でちょっと考えて作ってあげるのが一番ベストだとは思うんですけど、これちょっと思いっきり剪定してるんですけど、ここから今度はちょっと 2,3 年伸ばしていこうかなと。でこの夏ちょっとあんまり根は切らないですけど、ちょっと植え替えまでして少し余裕のある、まあ、こういった素焼き鉢のですねちょっと余裕のある鉢に変えてあげて、ちょっと頑張って、力を 2,3 年かけてつけてもらおうかなというふうに思ってるやつです。これをやったら杉葉がなくなるっていうわけではないです。
逆です。全部杉刃ですけど、これも杉刃になりますっていうので、まあこれなんかはこの辺はいいんですけど、下の方は杉刃ですからね。だからもうこれはこのまま、伸ばしっぱなしにしてあげて、杉刃がなくなるのを、まあ、待つというのが一番いいんじゃないでしょうかね。はい。なるほど。これはまあ全くではないんですけど、ほとんどこれは杉刃がないので、このタイプはですね、まあこれを少しちょっといじっていこうかなと。まあもうこういう形してますので、まあこれだけでもまあ見ようによっちゃ見れんこともないんですけどね。で、これをじゃあ例えばちょっと簡単な手入れで言ったら津山ヒノキなんかと一緒です。こう飛び出てるところをプチンとちぎっていくっていう作業ですね。この飛び出てるところをプチッとちぎると。であとまあ松なんかの時と一緒ですけど、下の方に出てる分を取ってあげると。もうそれだけでもまあざっとですけどね、ちょっと簡単に見れる状態にはできます。っていうような形ですね。はい、ただまあせっかくやるんでこれだけじゃちょっとあれなのでですね、もう少しちょっと取っていきたいと思うんですが、今度は中の方ですね。これは陣でこう本体のこの辺こう削ってるのはこれシャリっていうんですよ。
リアルに皮剥ぐんですね。はい。はい、かなりちょっと大雑把に刈り込んでいきましたですけども、まあこれであとは針金をかけて枝をこうきれいに整えていけば、まあちょっと見れる木に変わっていくかなというふうに、一応まあこれから秋にはですね、この辺にちょっとずっと小さくまとめて作っていこうかなというふうには思っております。まあ、今ちょっと、今日は7月の1日ですかね、まあ、7月入ってもう本当に今宮崎暑い、連日36度ですかね、まあ、暑いんですけど、まあ、心拍に関してはこの時期が一番ベストという風な感じですね。ただこの後まあ植え替えをするにしてもですけど、当然夏ですから日差しも強いです、はい、で、まあ切ったやつ挿し木するのも今でいいんですよ、心拍に関してはですね。で、まあそれこそ100本挿して100本つがるというぐらいつがるんですけど、ただ一番ここで大事なのはとにかく水を切らさないということですね。だからまあこれは別に今の時期に植え替えをしようがしまいが同じことなんですけど、やっぱり夏場で植え替えをすれば当然水の引きも早くなりますから、水だけは切らさないように、それは注意しないといけないですけど、ただ、この時期に剪定植え替えまでやるのがまあ一番杉場にならない方法ではないかなというふうには思っております。で、そうですね、まあ今まで私がやってきてこの時期に植え替え剪定やったので枯れたことはないですね。でもう一つ、杉場になることもないですね。かえって春とかにちょっとこういじってしまって、その後杉場になるというようなことはありますけど、でちょっと時期がもう遅くなって9月10月頃にやって、まあそういうところもあるんですよ。でやったらその後年越してからもうガーッと杉場に変わったというのもやっぱあります。でまずこの時期になんでじゃあまあ夏の一番草暑い時に本当にいいのっていうのがあるんですけど、まあ考えようですね。当然植え替えをする時根があんまり動かない休眠期っていうのが一番楽なんですけど、真夏も同じ休眠期なんですよね。で春の冬場の休眠期と今の休眠期と何が違うかっていうとですね、冬場に休眠期ありますけど、当然その後春夏ってくるんですね。と一番木が活発に動く時期ですよね。でところが夏の休眠期の後は秋冬と、秋の時期ってそんな長くないですからと、まあ多少は動くんですけど、その後またもう一回休眠期が来ると、あまりこうね木も動かない時期ですね。だからこの時期に、まあ、植え替えなんかやるのは全く問題ないんだという考え方ですね。で、まあ、やってるわけなんですけど、初め私も教わった時にはこんな草暑い時にと思ったんですけど、結構ですね、これは抜けんな、植え替えももうバッツリね切って植え替えますので、それでも全然大丈夫ですね。はい、ただまあどうしても心配な方はですね、慣れるまでは
あんまりいっぺんにこうやるんじゃなくてちょっとずつやるのもいいかもしれないですけどね、まあこの時期にやれば杉場になる確率もまあだいぶ減ってしまうんじゃないかなという気はします、はい、で、まとめとしてはこういう杉場になったやつはとにかく2、3年は辛抱して触らないと、杉場がこう気になっても取らないというような形でやっていくといいかもしれないですね。で、心拍っていうのはですね、水乾燥には確かに強いんですけど水がいらないわけじゃないんですね。だから水は乾いたら表面乾いたらたっぷりやらないかんのですけど、夏場ですね例えばこうやって剪定をしました。で夏ちょっと植え替えもしました。なんかちょっと心配で半日陰に日があまり当たらないところに置いて管理しました。秋頃何になるかいうとですねあんまりいいことはありません。そうなんです。はい、こればっかりはですね、やっぱり日よく好みますので、日はよく当たるところで、ただどうしてもお仕事の関係とか、そういうので昼間どうしても水かけをする者がいないと、そういう場合には仕方ないですけど、そうじゃなければですね、よく日に当ててよくお水をあげるということですね。だから本来はこう鉢を持って何割乾いたかが分かるようになれと私は言われたんですけど、未だに分かりません。目で見て触ってみて乾いてるなと思ったら水をたっぷりあげるというやり方なんですけどね、なんか本当は持った重さで乾いてるかどうかを知れと最初に言われて、いや無理言うなよと思ったんですけどね確かに本当にカラカラになったら軽くはなります。そうですね、はい、軽くはなります。だけどなかなかですね一個一個こう持ってっちゅうのもあれなので、見てこう乾いてたらあげるというような形がいいんじゃないかなとは思いますけどね、お日様は好みます、はいのところでしょうかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。